現地を取材して実際に寸法を測って制作されたっていうめっちゃ力が入った作品でもあるんです。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモレジです。今回ご紹介するのは東京ジオラマ展で取材させていただいた佐藤秀也さんが2017年に制作された、かつて函館本線に存在した姫川駅をモチーフにしたジオラマになります。この作品単なる駅模型じゃないんです。佐藤さんが作り上げたのは空気感、そして役目を終えつつある駅の時間だったんです。さらに佐藤さんは僕と同じ駒澤大学出身っていうことで、勝手ながら親近感を抱かせていただいています。今回はこの作品を僕なりの角度で紐解いてまいります。最後までお楽しみいただけましたら嬉しいです。佐藤さんの SNS のリンクを概要欄に貼ってありますので、ぜひご参照ください。川崎府の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。まずはこの作品のモチーフとなった姫川駅について見ていきます。姫川駅は北海道の函館本線に存在した小さな駅です。秘境駅として紹介されることもありますが、佐藤さんに伺って僕も初めて知ったんですけど、実際にはすぐ近くを国道5号線が走ってて、周囲には住宅も存在しています。つまり完全に人里離れた場所っていうわけじゃないんです。でも一方で駅に向かうためには大きく迂回する必要があって、車社会となった現代ではなかなか利用しづらい環境だったみたいです。人の暮らしはすぐ近くにある。だけど駅だけが静まり返っている、そんな不思議な空気を持った駅だったのかもしれません。そんな姫川駅は今は信号場となっています。作品は T トラック規格で制作されていて、幅 618mm、奥行き 355mm のボードにまとめられています。その中で特に印象的なのが秋の植生表現です。僕ね、札幌に住んでたんで、パッと見た瞬間に北海道の秋だって分かったんですけど、これなぜだかお分かりになりますか？お気づきの方も多いかもしれないんですけど、北海道の春って残雪があるんです。つまり春先の北海道って白や灰色が入ってくるんです。だからこそ枯れ草や樹木の色合いによって北海道の晩秋の空気感が静かに表現されています。そして建物や設備についても既製品を使うんじゃなくって、スケール感を重視して全て自作されているそうなんです。なんとそのために現地を取材して実際に寸法を測って制作されたっていうめっちゃ力が入った作品でもあるんです。そして僕この作品を見ていて特にすっごいなって思ったのが、全体をあえて素に仕上げてることなんです。情景模型って僕もそうなんですけど、ついつい情報を増やしたくなっちゃうんですよね。でも佐藤さんは北海道独特の植生の雰囲気とか静かな空気感を再現するためにあえて余白を残して制作をされているように感じます。これめっちゃ勉強になりますよね。僕も北海道の紋別駅をずっと作ろうって思いつつ、この北海道の独特の素の感情を出すのがもう怖くって手つかずにいたんです。でも今回この作品を拝見して挑戦してみたいなって思いました。それではここから作品をさらに細かく紐解いてまいります。まず印象的なのがこの植生表現です。線路脇の枯れ草、そして落葉しつつある樹木、派手な色を使ってるわけじゃないんですけど、その色の重なりによって北海道の晩秋独特の空気感が静かに表現されています。特に僕が素晴らしいなと思ったのが、落ち着いたトーンに収めつつも色を散らからせてるとこなんですよね。そしてよくよく見ると所々に緑も残されているんです。実際の北海道って他のエリアと同じで一気に枯れるわけじゃないんですよね。その絶妙な色の残り方がすごくリアルに感じました。そしてもう一つ特徴的なのが、全体をあえて素に仕上げていること。情景模型ってつい情報を増やしたくなっちゃいます。でもこの作品はあえて余白を残すことで空気の流れとか駅周辺の静けさまで感じられる、そんな空気になっているように感じました。僕自身札幌に住んでいた時期があったんで、この景色を見た瞬間に北海道の秋だって自然に感じたんです。それくらいに土地の空気感が丁寧に表現された作品だと思います。それではここから駅構内をさらに細かく紐解いてまいります。
まずこちらが保線作業の事務室と待合室を兼ねた駅舎です。この建物、既製品の加工じゃなくってフルスクラッチで製作されたそうです。まず目を引くのがこの独特の外壁の表現、そして北海道らしいのが雨どいのないシンプルな構造、雪国特有の合理性がこういうところにも感じられます。さらによく見てみると、かつて L 字型だった建物の撤去跡と思われる基礎まで再現されてるんです。こういう今あるものだけじゃなくって、かつて存在した痕跡、ここまで表現されているのがすごいとこですよね。そして個人的にこれわかるなって思ったのがこちら、汲み取り式便所の便槽マンホールと周気抜き。僕もねよく作るんですけど、こういう設備って生活感を一気にリアルにしてくれるんですよね。さらにこちらにもご注目です。現在は閉鎖されていますけど、駅前の空き地から直接ホームへ降りていたと思われる古い階段、そしてその脇には後年に増設されたと思われる現在の階段も作られていました。つまりですね、この作品ただ駅を再現しているだけじゃなくって、駅が変化してきた歴史まで再現されているんです。そして屋根に上がるはしごの脇にあるこちら、ストーブの煙突でしょうか。少し移動して駅舎の広場側を見てみると、こちらには木製の駅名看板があって、さらには駅舎へ引き込まれる電線まで再現されています。そして最後に入り口を照らす外照明、どれもね派手じゃないんですけど、こういう細やかな要素の積み重ねによってそこに人がいた気配が生まれてるんじゃないか、そんな感じがします。今度はホームを紐解いていきます。まず特徴的なのが上下線でホームの長さが大きく違うところです。函館方面の上りホームは短くって、長万部方面の下りホームはその倍以上の長さがあるんです。そして駅舎前には構内踏切、ここでは遮断機や警報機だけじゃなくって、石段の質感まで丁寧に作り込まれています。さらに階段脇には複数の機械箱に、これ埋もれたケーブルトラフ、砂利敷きのホームに H 鋼とコンクリート板による土留め、照明に照らされる駅名標、停止位置目標、ワンマン列車乗車口の案内、ワンマン運転用のミラーもしっかりと再現されていました。そして目を引くのが長万部方面のホームに立つ変圧器付きの電柱、一つ一つを見るととっても地味な設備ばっかりなんですけど、でもね逆にこういう地味な設備が積み重なることで本当に存在していた駅、この説得力が生まれてる。だからこの作品には独特の空気感があるのかもしれません。そしてこちらは別棟になっている電気施設の建屋です。コンクリート壁に赤い屋根、屋上に上がるためのはしご、そしてですね、屋根の上には落ち葉まで溜まっているんです。さらに脇には塔のような設備も設置されていました。これ無線設備なのか通信設備なのか分かんないんですけど、こういう設備を模型でも再現することで場の空気感が整うように思います。そして実はこの作品、今回のイベントよりも前にあった別のイベントで大きな破損事故を経験してたそうです。なんと片付けの際に作品が上から真っ逆さまに落下しちゃって大破。佐藤さんによると、そこから修復を重ねてなんとか現在の姿まで戻されたということでした。樹木のダメージも大きかったそうです。でも実はこれ僕も一言じゃなくって、前イベントの撤収中にですね、別の作品が京急ゴミ屋敷のジオラマの上に落下しちゃって、架線柱や電柱が折れちゃって架線もね外れちゃったんですよ。さらに別な時には制作途中だった八丁縄定期のジオラマ、これねクローゼットの上の方から2メートルぐらい落下させちゃって、跨線橋やホームの屋根、そして踏切などが大破しちゃったことがあるんです。情景模型って本当に精細ですよね。でも逆に言うと、それだけ細かな空気感とか時間の痕跡を積み重ねて作ってるからこそ、少し壊れただけでも景色全体の印象が変わっちゃう。だから修復って単なる修理じゃなくって時間を巻き戻す作業なんですよね。今回姫川駅を拝見していてそんなことも感じました。凄腕モデラーの愛木さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。今回は佐藤秀也さんが制作された函館本線の旧姫川駅をご紹介しました。蘇を感じる引き算の作品、
実際に作品を拝見してご本人のお話を伺って作品に込められた空気感への強いこだわりを知ることができました。そして何よりも今度僕も北海道の条件に挑戦してみたいっていう気持ちになりました。最後になりましたが、快く取材にご対応くださいました佐藤さん、誠にありがとうございました。そして最後までご覧くださいました皆様もありがとうございます。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。